こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は反応時間について基礎的概念について説明を行います。反応時間はリアクションタイムと言われ RT で省略して表現されます。ショショルによると、与えられた刺激によって意識的に決定される応答の最初の時間の遅れと定義されています。それでは反応時間の要素について考えてみたいと思います。こちらの具体的な事例で考えますと、まずボールがこちらに向かって近づいているというような事例です。この場合、まず目でボールを捉え、この映像が網膜でキャッチされると視神経を通して脳に伝達されます。そこで脳がボールが近づいていることを判断し、ボールから避けるように筋肉を動かす命令を与えます。そして体の筋肉が作動して体が動くこととなります。この場合、何かが目の前にあることを知覚するプロセス、それがボールであること、また近づいていること。そして何をすべきか、この場合ボールから身を守ることを判断する認知プロセス、そして身体を避ける行動を筋肉に伝達し運動プロセスを起こすことになります。このように反応時間は知覚認知運動のプロセスから構成されています。反応時間を EMG とトルクの関係で見てみたいと思います。こちらの上の部分が EMG の波形になります。その下のフォースの部分が力を発揮した時に発生するトルク曲線を示しています。まず、ここで刺激があった時に、筋肉運動が起こるまでしばらく時間がかかります。この部分をプレモータータイムと言われます。そして実際に関節が動いて、力を発生させるまでにはさらに時間がかかります。この部分が電気力学的遅延と言います。したがって、測定される反応時間というものは、一般的にプレモータータイムと電気力学的遅延を合わせた時間のことになります。次に反応時間を決定する要因について見ていきましょう。最初に生理学的側面について説明します。これには受容器における興奮の発生、中枢神経系への興奮の伝達、興奮が神経網を伝わって遠心性信号を形成する過程、信号が中枢神経系から筋に伝えられる過程、筋の興奮による筋肉の収縮など反応時間を決定する生理学的側面があります。したがって、これらの中のいずれかが障害された場合、反応時間の遅れとなってきます。次に反応時間の生化学的要因について見ていきます。これには ATP 含有量、ATP 分解速度、ATP 細合性速度などの生化学的要因があり、これも反応時間を決定する要因になってきます。知覚システムも反応時間を決定する要因となります。知覚プロセスの処理時間は平均で 100mm 秒50から 200mm 秒の範囲にあります。ちなみに眼球運動は平均 230mm 秒70から 700mm 秒の範囲にあります。次に認知プロセスの再認。これは活性化周期のことです。鎮静した状態が活発な状態になるこのことを言います。平均活性化周期は 70mm 秒と言われています。範囲は25から 170mm 秒の範囲にあります。この認知プロセスの周期時間に影響する因子としては、課題要求や情報化に伴う努力の増大や練習量などが、この活性周期の短縮に影響を与えています。次に運動システムも反応時間を決定する要因となります。運動システムの最短時間は平均値で 70mm 秒ですが、範囲は30から 100mm 秒と言われています。視覚的フィードバックを含むサイクルとしては、パーセプションプラスコグニションプラスモーションを合わせると 240mm 秒と言われています。これは単純反応時間の場合です。比較照合判断も反応時間を決定する要因となります。物理的照合は平均で 310mm 秒、130から 640mm 秒の範囲にあります。名称照合は平均で 380mm 秒、155から 810mm 秒の範囲にあります。カテゴリー照合は平均で 450mm 秒、範囲は180から 980mm 秒です。次に反応時間の種類について説明します。ここでは単純反応時間と複雑反応時間に分けて説明します。
まず単純反応時間は、あらかじめ知られた信号が突然与えられた時に、できるだけ素早く決められた動作を取る時の時間を言います。この単純反応時間は異なる条件下への適用が可能です。またトレーニングによって反応時間が速くなっても、運動速度には影響を与えません。複雑反応時間は単純反応時間に含まれるもの以外の反応時間のことを言います。反応時間は刺激の種類によって平均値が異なってきます。視覚刺激においては平均値は 194.25mm 秒となります。皮膚電気刺激では 153.25mm 秒。聴覚刺激では 148.5mm 秒となっています。視覚刺激、皮膚電気刺激、聴覚刺激の順に速くなります。反応時間は単純反応時間の他に複雑反応時間があると言いましたが、この中でも、このように選択される刺激が複数あってそれぞれに対応する反応を求められるときは選択反応時間と言います。C のランプが点灯したとき C' のボタンを押すというような例です。この時刺激の数を N として反応時間を RT とすると、このような式で反応時間を求めることができます。複雑反応時間には認識反応時間というものもあります。これは特定の文字が表示された時だけボタンを押すといったようなものです。表示された刺激を識別判断して反応するというものになってきます。次に習熟効果。これは練習による反応時間の短縮のことを意味します。単純反応時間では2日目から 10% まで短縮すると言われています。複雑反応時間では10から 40% まで短縮が可能と言われています。最後に反応時間の種類と反応速度について見ていきます。知覚プロセスが約 100mm 秒として、認知プロセスを 70mm 秒、運動プロセスを 70mm 秒として考えると、単純反応の場合、まず知覚プロセス、そして反応決定、低運動という3段階となり合計で 240mm 秒となります。それに対して物理的照合、これは光っているかとか、電気で刺激されたかとか、そういうような照合も含めると、知覚の次に刺激の照合、反応決定、運動となり反応時間は 310mm 秒となります。次に名称の照合が入ると知覚、文字再認、照合、反応決定、運動となり反応時間は 380mm 秒となります。カテゴリー照合反応では知覚、文字再認、分類、照合、反応決定、運動となり合計で 450mm 秒となってきます。このように複雑な照合過程が追加されると反応時間は増えていきます。